皆さんこんにちは、みさとです。ここは近鉄の松阪駅です。今日は近鉄の伊勢神宮初詣割引切符の旅の2日目です。まずはこの駅から賢保島駅の特急に乗ります。乗車した特急は次の停車駅の伊勢市までの乗車。13分間の乗車ともったいないですが、初詣割引切符に特急券引換券がついているので、せっかくなので利用しています。あっという間に伊勢市に到着、下車します。今日は近鉄改札口から出ます。駅前を少し歩いていきます。歩いて着いたのは伊勢パールビアホテル。ここの5階にあるタイムズさんのカーシェアリングの車をお借りします。予約している車がこちら、ルーミーです。伊勢市駅からこのぐらい離れた場所になります。カーナビに目的地をセットして出発です。ホテルの駐車場から出まして、近鉄の高架下を抜け、JR の踏切を渡って内山田駅前を通ります。ちなみに道は全然理解していません。すべてカーナビ頼みです。もう一度こちらは近鉄鳥羽線の高架をくぐり抜けまして、伊勢インターチェンジから伊勢二見鳥羽ラインという無料の高速道路な道を走ります。渋滞もなく快適なドライブです。二見インターを過ぎて対面通行になりました。途中で録画が切れていました。車の中で連続録画だと温度が上がりすぎるのかも。そして今は鳥羽駅前付近です。右手に見えるのが近鉄志摩線です。鳥羽水族館前を走っています。左に曲がると伊勢湾フェリーのターミナルです。右に見えるのが鳥羽駅の次の駅の中野郷駅です。水族館やフェリーターミナルの最寄り駅なのですが、普通列車しか停車せず、日中は1時間に1本の運転のため、今では最寄り駅と案内されなくなった不遇の駅です。しばらく道なりに走った後、鳥羽と島を結ぶパールロードという道を走ります。厳密にはもう少し先からパールロードなのだそうですが、ここが最初に海が見えるところ。海の駅黒潮パールロード店で少し休憩し、再び出発。今までの道は県道750号線で、ここからパールロード県道128号線になります。まもなく白い大きな橋の大野浦大橋を渡ります。左右の海には牡蠣を養殖するイカダが見えますね。ということで、パールロードには牡蠣を食べさせてくれるスポットが点在しています。比較的アップダウンの少ないワインディングコースが続きます。バイク乗りの方なら気持ちの良いツーリングが楽しめるでしょう。ちなみに私、ここを自転車で走ったことがあります。さて、気持ちの良いパールロードですが、走りながら海の見えることはあまり期待できません。展望台などで停車して見る感じになります。海の駅から20分ほど走って右折し、しばらく行くとパールロード途中にある鳥羽展望台に着きます。自転車で来た時、やっと展望台で休憩できると思いきや、まだ坂があってがっくりしたのを覚えています。鳥羽展望台に到着。海に近く、ここは標高も高いので風が結構強いです。地元鳥羽市出身の鳥羽一郎さん、山川豊さん兄弟の石碑があります。海の景色は申し分ないですね。後で気がつきましたが、この画面中央の白いものは多分富士山ですね。ズームして撮ればよかった。この他にも鳥羽の海の雄大な景色を堪能できました。真ん中の島が映画潮騒の舞台の上島で、その右側は
愛知県の渥美半島で伊良湖岬になるんでしょうね。こんな感じで鳥羽展望台からの景色を楽しみました。さて再びドライブ再開です。パールロードに戻って1分もしないうちにこの景色に出会いました。すごく海が綺麗です。海側に景色が開けていて、その景色の素晴らしさに思わず目が奪われます。こうして鳥羽展望台から8分ほど走ったところで大札への分岐がありました。パールロードとはここでお別れ、右折します。パールロードの下をくぐって海側へ、大札は天の国と書かれています。標高の少しあるところを走っていたパールロードからどんどん下って、ここは鳥羽市大札町。着いたところは大札町内にある海の食堂久兵衛さん。ここでお昼をいただきます。表に海女さんの人形がありますが、スタッフは普段は海女さんをされているそうです。メニューはこんな感じでおまかせランチにしました。他にもいろいろありますね。本日のおまかせランチの内容です。おまかせランチの到着です。ご飯にお味噌汁、サバの煮付けとサザエのつぼ焼き、上からメカブポン酢、下の左側がわかめの茎煮でしょうか。右は自家製豆腐に天の磯塩が上の黄色い小鉢に入っています。これが天の磯塩の説明のようです。貝もサラダに左が粗め炊き合わせ、黒いひじきですね。右が天ぷら4種です。自家製ところてんと以上のラインナップ。サザエを取り出すのに苦労しています。地元で採れたもの、新鮮なものばかり。海の幸を堪能しました。これで税込み1485円とリーズナブルですね。美味しくいただきました。ごちそうさまでした。この後、車を神明神社の第4駐車場に移動。大札海女文化資料館に行ってみます。近くの駐車場が混んでいたので、離れたところに駐車しました。でもそんなに離れてはいないです。大札海女文化資料館前に到着。先ほど車の中からこの中達商店さん前に人だかりができていました。駐車場の方に尋ねてみたら、テレビの収録で充電させてもらえませんかだったそうです。見に行けばよかったかもです。海女の資料館に入ってみます。展示自体はこの一部屋だけなのですが、内容は豊富です。海女の道具が置かれていたり、アワビ取りの模擬体験もできます。古い文献や写真の展示などもいろいろありました。こちらも海女さんの道具。この他にも海女さんにまつわるさまざまな展示がありました。こちらは明治時代の駆逐艦春雨。大札の近くの的屋湾で座礁・遭難する痛ましい事故があったそうです。8名救助されましたが、44名の犠牲者が出たそうです。痛ましい事故ですが、地元住民たちによる必死の救助、ここ大札の人々の一人でも助けたい熱い心が伝わってきました。こんな感じで内容豊富な大札海女文化資料館でした。ちなみに見学は無料でした。さてこの次は海女資料館の近くにある神明神社に行きます。ここの石神さんは女性の願いを必ず一つ叶えてくれると言われています。海女資料館の横の道を登っていきます。途中いろいろお店があります。田舎でよく見かける無人販売所もありました。まもなく神明神社の鳥居が見えてきました。先に神明神社の本殿にお参りします。本殿の横にあるのが長福寺。神社の境内にお寺があるのは珍しいですね。さて願いを叶えてくれる石神さん。このピンク色の紙に願い事を書きます。参拝作法に書いてある通り、先に手水屋で手を清めました。こちらが石神さんです。鈴を鳴らして祈願用紙を願い箱に入れ、二礼二拍手一礼し、気持ちを込めてお願いしました。
ちなみに神明神社の主催神は伊勢神宮と同じ天照大神で、石神さんの神様は玉頼姫の命。玉頼姫の命の子が初代天皇の神武天皇だそうです。少し追加で簡単に説明すると、玉頼姫の命は海の神様の渡積の神の娘だそうで、天照大神の子孫と結婚し、お生まれになったのが初代天皇となる神武天皇だそうです。お願いもしたので石神さんを後にします。先ほどランチをいただいた久兵衛さんの前を通って大札の町を少し散策。堤防に登ると大札白浜海岸が見えました。砂浜ではありませんが、なかなか良い眺めですね。堤防沿いの道を歩きます。こちらは大札の漁港ですね。ちょっと行ってみます。漁港の風景が良い雰囲気です。今日は漁がお休みか、お昼だから誰もいないのかもしれません。大札の散策を終えまして車に戻りました。これから伊勢市駅まで戻ります。大札の町、もうちょっと散策スポットがあるのですが、名残惜しみながら後にします。午前中パールロードから降りたポイントを通過。しばらく山の中の県道47号線鳥羽磯部線を通って近鉄志摩線の松尾駅付近に出ます。ここは松尾駅近くの交差点付近です。一旦賢島方面に向かっています。左側に近鉄白木駅が見える交差点で右折。ここが鳥羽南白木インターチェンジで、ここから国道167号線第二伊勢道路を走ります。高速道路、自動車専用道路ではないのですが、対面通行の高速道路みたいな感じです。ちなみに無料です。松下ジャンクションで朝に通った伊勢二見鳥羽ラインに合流。伊勢インターで降りてタイムズの駐車場に戻りました。今日も無事故でドライブを終えました。車の返却手続きも終えて駅に戻ります。伊勢市駅から近鉄改札内へ入ります。再び近鉄特急に乗車。あとは帰り道なのですが、賢島まで乗車します。本当は鳥羽駅近くで車を借りれたら効率が良かったのですが、あいにくカーシェアリングの車が予約が取れず、伊勢市からのドライブとなりました。鳥羽からの車だったらもう少し大札でゆっくりできたのですけどね。伊勢市から賢島までは特急で44分。こうして賢島に到着。ということで帰りは観光特急島風に乗って帰ります。島風が2本いましたが、1つは名古屋行きの15時40分発。私が乗るのは16時ちょうど発の大阪難波行きです。京都行きの島風もあるのですが、1時間ほど早く14時50分に出発しています。その時間までに来れば賢島駅で3本並びの島風が見れたのですけどね。代わりといってはなんですが、島風ポストとの3並びです。名古屋行きの島風が発車。残るは私が乗車する大阪難波行きの島風のみになりました。今回乗車したのは最後尾の1号車。ハイデッカー車両でちょっと高い位置に座席があります。大阪難波行き島風の発車です。この電車は大阪難波行き特急島風です。夕方の16時過ぎですが、せっかくカフェ車の設備がある島風に乗ったので行ってみたいと思います。今回はカフェ席の絵画席を利用。車窓を見るとこんな感じです。今日は松阪牛重をいただきます。食べかけになっててすみません。緑色のものは長ネギですね。松阪牛を煮込んですき焼き風な感じです。緑茶とお漬物がついています。カフェ車でいただく松阪牛重、美味しかったです。ごちそうさまでした。ちなみにお会計は電子マネーイコカで支払いました。座席に戻ると牛山田駅で大勢乗車されました。こちらは松阪駅を通過中の模様です。
そしてだんだんと日も暮れて行きまして、大和八木到着前放送が流れて降りる準備。今回はデッキのロッカーにスーツケースを入れていますので回収無料で利用できます。下車時に島風のアテンダントさんと少しお話をしまして、大和八木で下車しました。今回の旅はパールロードをドライブして鳥羽展望台で海の景色を満喫、大札の街を散策、海女さんのスタッフがいる食堂のランチをいただいて、海士旅館や神明神社を訪問。帰りは賢島まで足を伸ばして島風に乗車、カフェ車で松阪牛重をいただくといういろいろ楽しんで盛りだくさんな旅でした。よろしければこの旅の感想などあればコメント欄に書いてくださいね。それではまた次の旅でお会いしましょう。今回も最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。チャンネル登録をどうぞよろしくお願いいたします。評価の方もしていただけると嬉しいです。